現時点今は1時43分3月27日です。この記事を見てみんなが間違ってる。これを思ってるのは誰なので、何が間違ってるの？ここを解説したいです。特に皆さん、この記事を一緒に読みたいと思います。Day traders in Japan bet the world is wrong about a weekend. 世界が間違ってると日本の個人投資家たちは語ります。すごいタイトルでね。日本の投資家たちが世界が間違ってると言ってるんです。もうすぐ今日のブルームバーグのヘッドライン見て、嘘でしょ？何これと思った。どういうこと？で、詳しく見ると、Bullish day trader yen bets climb to record on aggregate level。特に日本円を買っているポジションが今加速しています。円を買っている投機筋が今加速しています。で、こちらの方皆さんチャートを一緒に見ていきましょう。これが Net Yen Longs against Major Currencies。円を買っているポジションです。これが特に当初の方で測っているものです。で、特に日本のリテールトレーダーがどういうふうにポジションを今動かしているのを測っているところです。今まで日本のリテールトレーダーはほとんど2016年は大きく円を売ってきました。これアベノミクスが始まった時から、特にここ2012年の終わりぐらいですね、安倍さんが実際パワーに入ってから時からほとんどこれがすっごいポジションが円安方向、みんなが円を売ってた、すごくでかく売ってた。で、2015年、2016年ぐらいからいわゆる日銀の QE2 が発表されて、これ、イールドカーブ操作が発表されてから、これが、一応戻り始めたんです。なぜかというと、みんなほとんど諦めたから、日本円がそんなものね、日銀がもうこれほど日本円を安くなるわけないよ。で、これがほとんど、緩慢に動いていて、で、急に今、日本円が買われている。こんな時に買われている？びっくりです。はい。びっくり。もう少しここを読みましょう。Margin traders net bullish bets stand in contrast to bearish calls from strategists such as Societe Generale, who said the yen would jump to 150 per dollar. ウォール街とか特に投資銀行のスタンスだと、円はこれから安くなるので、日本の個人投資家たちは逆に動いている。Speculative institutional traders have held net short positions in the yen for about a year, data from the Commodities Futures Trading Commission show. 特にここは機関投資家のポジションを見ると逆に円を売っています。日本の個人投資家、それと世界の機関投資家がぶつかり合って逆のポジションを今取っています。なんていう面白い日曜日のニュースなんでしょう。It was like, what the heck is going on? Japan retail traders are still short yen against emerging market currencies. なので、特に新興国に対しては、まだ円がショートが多いです。このショートポジションが特に黒です。で、ロングポジションがピンク。つまり、皆さん、ここ大体半分半分に見えるんですけど、今は投機筋。日本の投資家、個人投資家の投機筋を見ると、ネットロングですね。ネットロング、しかも上がってます。これネットロングということは、新興国に対して円は売っています。だけど先進国に対して円は買われています。ピンク。なぜかというと、ピンクが share of yen longs in total positions outstanding。なので、スイスフランに対してはすごく大きくと円を買ってる。ドルに対しても買ってる。香港ドルに対しても買ってる。ユーロに対しても買ってる。スイスクローナに対しても買ってる。だけど、トルコリナに対しては、円は実は売ってます。メキシコンペソに対しても売ってます。サウスアフリカザーに対しても売っています。はい。なので、ここが面白いですね。新興国に対して円はショートポジションを持っています。つまり新興国の通貨を買ってるんですね。はい。ここが多分安いと思ってる個人投資家が多いので。だけど先進国が高いと思っているので、先進国の通貨を売っている個人投資家は世界の機関投資家が間違っていると思っている。
勇気がありますね。強いですね、日本の個人投資家たちは。はい。なんていう面白いニュースかなと思いました。さてと、ここを見て、我々はこれをどういうふうに見るべきなのか。これから日本円とドルに対して、ポジション、ドル指数のポジションは見ると、投機数字を見ると、まだここは高いです。まだまだここは高いと思います。しかも、日本円のシカゴ取引所のポジションも見ると、これやっぱり機関投資家ですね、ほとんど。だいたい平均です。個人投資家、日本の個人投資家が世界が間違っていると思い、円を今買っていることは、実は、円を買っているのはドルに対して多分安いと思っているからです。で、機関投資家のポジションを見るとこっちが高いので、日本の個人投資家がこれをやっている理由は間違ってはないと思います。今日本が安いと思っている理由も間違ってない。ポジションも見るとドルは今かなりと高いです。はい。で、この高いのが確かにもっと高くなるかもしれない。だけど、長期的に見ると、長期、特にもうここ数年間見てみると、個人投資家たちは今特に円を買うべきですね。外界の通貨、特にドルとか香港ドルとかユーロとか持っている方はそれを売って日本円に戻すべきだと思います。実は僕も今同じことを今してます。いろんな投資口座を持ってます。で、ドルとかシンガポールドルで持ってるんですね。で、今円がすごく安くなってるので、実は今円に戻しています。こういう時は実は僕も同じことをしてて、個人投資家たちがやってることは合ってると思います。確かにここから短期的にはもしかしてドル円は125に行くかも、130に行くかも、150に行くかも。だけどここの数年後に対しては今ははい皆さんポジションはやっぱり高いです。ドルに対しては高いです。なのでドルを売り円を買うっていうのは長期で見ると実はここは間違っている選択肢ではないと思います。皆さん今まで僕のビデオでは短期とか中期とか長期いろいろと分けているのでぜひ皆さんそこも誤解をしないでください。皆さんここはポートフォリオとしてどういうふうに考えられるのか。この長期投資の中では、まず皆さん、分散はしましょう。円だけ持つのはやばいです。それはもちろんやばいです。ドルも持ちましょう。もちろんユーロも持ちましょう。だけど、今日言ってるのは、もうすでにドルとかユーロとかスイスフランとか、この通貨を持っている場合の人たちは、少し円にも戻してもいいと思う。これがちょっと矛盾で多分分かりにくいと思うんですね。何にも全部あなたの資産を日本円に持っている人たちは、これは良くないです。逆に少しドルを買いましょう。ユーロを買いましょう。他の通貨を買いましょう。だけどもうすでに持っている人たち、すでにドルとかユーロとか他の通貨を持っている人たち、この人たちが今、円を少しずつと買ってます。特に先進国に対して。で、この行動は合っていると思います。少しずつとこのポジションを戻していく。少しずつと、例えば、アメリカドルの現金を売って日本円に戻すとか、この赤の部分の調整は今は少しずつと毎月していくべきかなと思います。なのでここを皆さん誤解しないでください。それと別に短期投資の方では僕は今このドル円は上がりすぎだと思う。なので、どこかのタイミングでまたドル円は120台まで行くと思います。またここでどこかで下がると思います。はい。1週間、2週間、どこかのタイミングでまた行くと思います。かなり今5日の平均とか10日の平均から短期の平均から離れてる。だけど、これが1回下がってから多分またトレンドに戻って上昇すると思う。円安トレンドは終わってないと思う。なので、話している短期の戦略、長期の戦略。しかも長期の戦略は円だけ持ってるのか、それとも他の通貨を持ってるかに対して戦略が違います。ここのいろいろの違い、考え方を皆さん、ぜひ理解しましょう。特に今みたいにFX、通貨がすごく大きくと動いている時には、どこの誰でもやっぱりお金を使いますね。で、今はお金の価格が動いています。なので、ここは慎重に見るべきかなと思っています。